はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月1ヶ月分のタロットリーディングをさせていただきます。途中で星の解説も挟みますので、最後までご覧いただけると嬉しいです。それとホロスコープを作ったことない方、先生術に興味がある方は、私のサイトで無料でね、ホロスコープを作れるサイトがもうすぐ完成しますので、楽しみにしててください。できたらまた別動画で説明させていただきます。では早速いきましょう。8月です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。タワー、バンドの9カップ9逆、ジャスティス、ワンドキング、ソード4逆、スターの逆。はい、気をつけることや対策はワンドの8の逆と、戦車の逆と、オラクルは、はい、ペンタクス9です。濃いですね。濃いです。8月、星で見ると8月、特に7月23日ぐらいから8月23日ぐらいまでっていうのは、見えないところで努力していくのがいい時ですよねみたいな、こう表面的にどうこうではなく、人の信頼を得るとか、また見えないところから応援が来るとか、何かそういうちょっとスピリチュアルなね、こととか心理学的なこととか、見えないところでの光が当たりますよっていうところなんですね。だからなのか、今すごい大きな気づきを得ようとしているっていう感じがします。このタワーっていうのは聖地でバーンと出てくると、本当に雷に打たれたかのような気づき、はみたいな、そうだったのとか、それによって一瞬何かのエゴが崩れ落ちるとか、想定してたものが違う風になるっていうことはありますが、でも崩れた後、ひらめいた後ってものすごくすがすがしい感じなんですよね。なので何に気づいたのかっていうのがすごく大事です。でもしかしたら意識はまだ気づいてなくて、現状だけが気づくように促されている出来事があったかもしれませんね。みたいな、そういうびっくりすることとか想定外のことがあったかもしれません。でそれに対して自分はちょっと準備ができてなくてあたふたしたっていうのがあるかもしれないですが、カードで見ると起きてること全てがもう本当に恩恵なんですよっていう感じで言われていて、それが恩恵だとまだ自分が感じられていないみたいな、ただそれだけのことで、実際はものすごく大きな気づきを促すための出来事が起きたよねって。でそれを一生懸命今バランスを取ろうとしてる。それにはどんな意味があったんだろうとか、これはどういうことだったんだろうっていうふうに理解をして状況を整えようとしているっていう感じがします。でもともとね、ヤギ座の皆さんしっかりされてますから、また8月もしっかりとなんか物事を進めていこうっていうエネルギーはあります。でトータル的に見ると、この8月の動きっていうのはすごく自分自身の人生に重要なステップ、重要な大きな一歩を行くよっていう感じなんですね。なかなかその大きな一歩がみんな難しいところが難しいんですけど、その一歩を越えたことによって全然違う景色で進んでいけるんだよみたいな、そういうメッセージがあるので、この現実世界が変わってるように見えない時だからこそ、自分の中で大きな気づきがあり、自分の内なる目が光るというかね、内なる視点が開眼して違う視点で物事を見れる、この世の中を見れるようになるのかなと思いました。ですから焦って現状を変えようとしたり、無理に流れを変えようとしなくていいですよっていうメッセージとも私は受けました。対策のところでやっぱりワンドの8の逆と戦車の逆が出ているので、もう流れが流れているのだから、それを無理やり自分の力で違う方向にしようとか、こういうふうに持っていこうっていうふうにしなくていいですよって、流れのままにいってくださいっていう感じもありますし、その上で少し休憩したかったら休憩してもらっても全然構いませんよみたいな。はい、やっぱり消化する時間って必要ですもんね、いろんなことを。ちょっとこのソード4見てみますね。ペンタクス4の逆、ワンドエース、
節制の逆ですね。やっぱりなんか動きながら考えるとかね、動いて状況を見てこうやっていくっていうケースもあるんですけど、この8月に関しては止まって考えましょうみたいな感じがあります。動きながらじゃなくて一旦止まりましょうみたいなね。そして余計な荷物は置いていきましょう。本当に必要なものだけ持って、その上で判断してください。その上でやるならやるっていうふうにしてくださいっていう感じで言われていて、なぜなら、ヤギ座の皆さんは頑張り屋さんが多いですし、これまでの経験も踏まえていくらでもビジネスやっていく方法はあると。こっちでやってもいいし、あっちでやってもいいし、こっちでもいいんだけど、今せっかく起きてるこの気づきを最大限に生かして、なんかいい形での大きな一歩を大きな一歩を上がってからの見えるその視点でのビジネス展開をしてほしいみたいな感じがあり、ビジネス展開に限らずなんですけど、自分の世界を生きていってほしいっていうのがあり、そうなので、今この一歩行く前の時点であれこれ手を出さなくてもいいですよということで、一回止まってゆっくりしてから考えてくださいと。でそうすることによって必ず自分にとって光の道っていうのは見えますっていうふうに言われてますのでね、私から見たらまだ逆位置ですが、それでもスターが出るっていうのは明らかに希望が見える、こっちだとかこれだとかこれでいいんだみたいなのが見えるっていうふうに出ているので、落ち着いて焦らずに、止まる時は止まって考えてみてください。はい、ちょっとこのタワー最初に見てみようかな。どんな大きな気づきがあるのかね、よりますけど、はい、カップ4の逆、ソード9、ソード5っていうことで、精神的にあまりよろしくないですね。ちょっと不安に思っていたとか、何かうつうつしてる感じで突破口がないかなって思う時に何か違う出来事が起こるとか。でもちょっとメッセージとして私が感じるのは、この星の流れで外側があまり変わらないですって、内側のことをよく見ましょうみたいな、特に見えない恩恵受け取りますよっていう時っていうのは、自分の思考癖で都合のいいことが起こりにくいんですね。むしろその自分の思考癖を手放すきっかけとなるような愛情が来たり気づきの恩恵が来たりするので、不安なこととか、もし落ち込みたいっていうことがあったら、それだけ自分が今落ち込みたいんだなと、何か不安に思いたいんだなと、その思考の中に自分がとどまっていたかったんだなっていうだけなんです。でもそれを変えようとしてくれる何かがあるんですね。なので起きてる出来事をどうせなとか誰かのせいにするっていうのではなく、全部自分のために何かの気づきとして捉えてみると、すごくいい気づきにもなるし、これも本当にチャンスなんですね。ステータスが変わるよとか、大きなチャンスが来るよみたいな感じで言われてるんです。でそれが見えてくる、最終的には見えてくるんですけど、そこに至るまでがもしかしたら悶々としたりとかしていたかもしれませんね。でも悶々としたりしてたとしても、気持ちはいくらでも自分の気づき次第で変えられますから。でタイミングとしては8月2日が満月なんですね。でこの時が一番緊張状態というか、不安が大きくなったりとか、あの人がどうとか、自分が持ってるものはどうとか、なんかそういうことでモヤモヤしやすい。でもだんだんとそれが落ち着いてきて、8月の8日9日10日8、9、10あたりでものすごく落ち着きます。そしてバランスが取れてきます。落ち着きを取り戻すって感じがするんですね。でその上でやっと落ち着いたと、だからこうしていこうっていうのがまた出てくるんですけど、そこでさらにまだ落ち着いてくださいみたいな、そこで急に動き出すっていうよりは、しっかりと状況を見て判断して、まず自分のその希望や夢っていうものをしっかりと把握してくださいっていうふうに言われてます。でその次ですね、8月16日が新月なんですね。でこの新月も深いところからの愛情を感じたりとか恩恵を感じられるので、どのような信頼を築きたいかっていうことを意図していただくといいような気がしますね、この時は。
すぐに手に入るとかものじゃそういうものではなくて、何か遠いところからやってくる、もしくはオーダーだけしておけばいつかやってくるみたいな、そんな感じがあるので、どういう信頼を得たいかっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。ただ具体的な話で言うと、例えば保険をかけるとか、何かそういう将来的なね投資をするとか、投資っていうほどじゃないんですけどね、長期の貯蓄をするとか、そういう何か遠い未来のために何かトンネルを掘っていったらいつかトンネルが開通した時に入ってくるよみたいな、そういうものに生かしてもらうのはとてもいいです。例えばすごく現実的な話で、さっき言った保険に入るとかもそうなんですけど、ずっと置いてあった何かのもの、もう使わないんだけど価値あるものを、売りに出すとか、そういうのも実はとてもいい時です。はい、要するに目先のね売り買いだけの話ではなくて、何かずっと置いてあったものとか、ずっとあった大事なものっていうものを手放すことによって大きな恩恵として形を変えて入ってくるよみたいな、そんな時なんですね。ですので自分の思考を柔らかくした時に、もうこれはいらなかったっていうこともあるかもしれないし、今の自分の思考の中であれこれ策を練るよりもどしっと構えて待っていれば、そういう案とかこうしたらいいんだみたいなものが出てくるのかなと思ったんです。そして人間関係で言うとですね、人間関係で言うとちょっとね、誰かの手をつないでおきたい時なんですよね。誰かとつながっていたいとか、愛されてると感じたいとか、そういう時なんですね。うーんうーん人間関係でいうと、ちょっとしっかりした人と関わっていくのかなっていうのはあります。ただそのしっかりとした人に甘えて、ただ腕を掴んでるだけでは、成長しないじゃないですか。なので若干相手のことを厳しく感じるかもしれません。もしかしたら相手の言葉を厳しく捉えるかもしれませんが、でも忘れないでほしいのが、そういう表面的なことではなく、深いところからの愛情を感じる時と、深いところからの恩恵を感じられる時なので、もっと自分の意識をもっと深いところに持っていくと、ものすごく恩恵をもらってませんか、その人からみたいな感じで言われてます。そしてその意識でいると見えてくる未来があるよというふうに言われてるんですね。表面的なことだけではないということです。すいません、うまく言えなくてうまく言えなくてすいません。なぜとにかくヤギ座の皆さん、この表面的に起こっていることに惑わされずに、落ち着いて考える、もしくは落ち着いて自分の未来を見ていくことにすると、とてもいいヒントが得られるかもねっていうふうにまとめました。ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら参考になりましたとか分かりましたという方は、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。次回はまた8月末までに次の動画をアップしたいと思います。ということで、ぜひね、いいチャンスがあるのでいい機会にしてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。